先週スーパーで輸入チーズの値札を見て2度見なしたのだ。いつの間にか3割も上がってたのだ。でもこれチーズだけじゃないのだ。ガソリン、電気代、飛行機代、住宅ローン、世界で今起きていることがじわじわ僕らの財布を侵食してるのだ。その震源地は中東のある海峡なのだ。ずんだもん先輩、それってホルムズ海峡封鎖の話ですよね。4週間も続いてるって聞きましたけど、なんで今もまだ解決してないんですか？それを今日は徹底的に掘り下げるのだ。シェルの CEO が欧州は4月に燃料不足になると警告し、ブラックロックの CEO は原油$150で世界規模の深刻な景気後退が来ると言っているのだ。この危機の構造、日本への影響、そして今後のシナリオを一緒に見ていこうのだ。正直聞くたびに不安になってきます。先輩、まずなぜホルムズ海峡がそんなに重要なのかから教えてほしいです。よく名前は聞くんですけど、仕組みがいまいち分かってなくて。まず地図を頭に描いてほしいのだ。ホルムズ海峡というのはイランとオマーンの間にある幅わずか33キロの細い海峡なのだ。でもここが世界の石油輸送の約 20% を担っているのだ。世界中が使う石油の5本に1本がここを通っているのだ。これを身近な例えで言うと、日本全国の水道を支えているダムが1つしかなくて、そのダムへの唯一の道路が封鎖されたようなものなのだ。他の経路はあるけど大回りで時間もコストも何倍もかかるのだ。だから影響がこんなに大きいのだ。なるほど、唯一の水道管みたいなものなんですね。でも先輩、封鎖されてから4週間ですよね。なんで今まで解決できなかったんですか？それが私にはどうしても腑に落ちなくて。ここが重要な、なぜの第一層なのだ。 NYT によると、イスラエルはテヘランへの空爆を続けているのだ。表面上の原因は軍事攻撃への報復としてイランが海峡を封鎖したということなのだ。でも実はそれだけじゃないのだ。第2層の原因は交渉の非対称性なのだ。ホワイトハウスはトランプ大統領が15項目の和平案をイランに送ったと報じられているのだ。でもイランはそれを受け入れる立場にないのだ。なぜなら海峡封鎖はイランにとって唯一の交渉カードだからなのだ。これを手放したら交渉力がゼロになるのだ。そして第3層、構造的要因なのだ。 SCMP の分析によると、アメリカが自分たちで作ったルールを守らなくなったことで世界秩序そのものが揺らいでいるのだ。米国が中東の警察官を辞めた結果、誰も海峡を守る動機を持たなくなったのだ。これが今の危機の本当の根っこなのだ。3層で考えるとめちゃくちゃ複雑なんですね。でも先輩、今の原油価格って実際いくらなんですか？週初めからかなり案高下してるって聞いて、追いかけるのが大変で。今週原油価格は激しく動いたのだ。週初めには1バレル$114という高値をつけたのだ。ところがマーケットウォッチによると、トランプ大統領が1ヶ月間の停戦を提案したという報道が出た途端に$95以下まで急落したのだ。そして今は$100前後で落ち着いているのだ。この乱高下が意味するのは、石油市場がもはや需給で動いていないということなのだ。トランプのツイート1本で$10以上動く。これは政治相場なのだ。その怖さは予測が効かないことなのだ。今日の$100が明日は$120になる可能性も$80になる可能性も同じくらいあるのだ。でも先輩、今$100なら危機前の$70から3割しか上がってないじゃないですか。むしろ下がってきてるからもう大丈夫なんじゃないかって気もしてきました。それって間違いですか？鋭い疑問なのだ。でも CNBC が報じているモーゲージニュースデイリーのアナリストの言葉が重要なのだ。たとえ戦争が今日終わっても、インフレ期待と金利はすぐには2月の水準に戻らないと言っているのだ。価格が下がっても経済への傷は残るのだ。これが今一番厄介なポイントなのだ。具体的に言うと、今アメリカでは30年固定住宅ローン金利が 6.43% まで上昇しているのだ。CNBC によると2025年10月以来の最高水準なのだ。CNBC 報道では住宅ローン申請件数は先週だけで 10.5% も急減したのだ。エネルギー危機が金融市場に伝染し始めているのだ。そしてここからが本当に恐ろしい話なのだ。シェルの CEO とブラックロックの CEO が全く違う立場から同じ警告を発している。その内容と日本人の家計への直撃額を次のセクションで明らかにするのだ。
話を整理するのだ。ホルムズ海峡は世界石油輸送の2割を担う生命線なのだ。原油は今100ドル前後だけど、危機前の70ドルから 43% 高止まりしているのだ。そして価格が下がっても金融市場への傷は残る。というのが今の状況なのだ。ここからは欧州と日本への具体的な波及を見ていくのだ。まず欧州の話なのだ。ガーディアンによると、シェル CEO のワエル、サワンガテキサスの業界会議でこう言ったのだ。南アジアが最初に打撃を受け、次に東南アジア、北東アジアへと波及し、4月には欧州に到達する、と、つまり日本は北東アジアとしてすでに影響圏内に入っているということなのだ。具体的に家計への影響を計算してみるのだ。原油が70ドルから100ドルに上がった場合、ガソリン価格は1リットルあたり約15円から20円の上昇なのだ。月に50リットル給油する家庭なら月々750円から1000円。年間で9000円から1万2000円の負担増なのだ。年間1万2000円。地味にきついですよね。でも私が怖いのはさらに上がった場合なんです。ブラックロックが言う150ドルシナリオが現実になったら、一体どうなるんですか？ブラックロックのラリー。フィンクは BBC のインタビューで、原油150ドルが続けば深刻で急激な景気後退が来る、と言っているのだ。150ドルシナリオでガソリンを計算すると、1リットルあたり約40円上昇なのだ。月50リットルなら月2000円。年2万4000円増なのだ。さらに電気代は家庭平均で月2000円から3000円の追加負担になるという試算が出てくるのだ。合わせると年間5万円超の家計直撃なのだ。しかも日本固有のリスクがあるのだ。円安なのだ。原油はドル建てで取引されるのだ。エネルギー危機で世界経済が不安定になると、投資家はドルに逃げる傾向があるのだ。その結果さらに円安が進むと、円換算での原油価格は二重にダメージを受けるのだ。車社会の地方在住者ほど、この打撃が大きくなるのだ。加えてジェット燃料の話なのだ。ガーディアンによると、シェル CEO はジェット燃料がすでに危機前から倍近くまで上昇していると言っているのだ。夏の旅行シーズンに向けて航空券価格は大幅に上がる見込みなのだ。ハワイ旅行4泊を例にとると、燃油サーチャージだけで往復各人3万円から5万円の追加負担が現実的な試算として出てくるのだ。ずんだもん先輩、ちょっと待ってください。私はむしろこう思うんです。今回の危機って、日本が長年エネルギー安全保障を軽視してきたツケが一気に来てるんじゃないですか。ドイツが、脱原発は間違いだった、と認めたなら、日本ももっと本気で原発再稼働を議論すべきじゃないかって感じるんですけど。それは確信をついた指摘なのだ。ガーディアンによると、ドイツの経済大臣カタリーナ・ライヒェが同じテキサスの会議で、脱原発は巨大な失敗だった、とはっきり認めたのだ。日本の選択をどう評価するか、僕には簡単には言えない問いなのだ。でも少なくとも、安いエネルギーへの依存を前提にした社会設計が、今まさに試されているのだ。冒頭でスーパーのチーズの話をしたのだ。あの値上がりは単なる輸入コストの話じゃないのだ。ホルムズ海峡の封鎖という地政学リスクが、輸送コスト、冷蔵倉庫の電気代、配送トラックのガソリン代と連鎖して、売り場の値札にまで届いているのだ。今日のスーパーの棚は、中東の今を映す鏡なのだ。では、これからどうなるか、シナリオ A とシナリオ B で考えてみるのだ。シナリオ A は、1ヶ月以内に停戦成立、なのだ。トランプ提案を踏まえ、パキスタンが仲介に名乗り出ているのだ。NYT によると米軍空挺部隊2000人が中東に派遣される一方、交渉も並行して進んでいるのだ。これが実現すれば原油は3ヶ月以内に80ドル台まで下がる可能性があるのだ。ただし先ほどの、キズの話を覚えているだろうか。インフレ期待はすぐには冷えないのだ。シナリオ B は、対立が長期化、なのだ。原油が150ドルに向かい、ブラックロックが言う、深刻で急激な景気後退が現実になるのだ。欧州でエネルギー配給制が始まり、世界的な需要蒸発が起きるのだ。日本では円安加速、物価高止まり、そして日銀がどう動くかという新たな問題も浮上するのだ。タイムリミットは、欧州のシェル CEO が言う、4月、なのだ。あと数週間で方向感が見えてくるのだ。個人的な見立てを言うのだ。ガーディアンと NYT の報道を比較すると、欧米メディアは停戦交渉が進んでいると希望的に報じる一方、現場のシェル CEO は4月の危機は避けられないと言っているのだ。僕は CEO の見方の方が正直だと思うのだ。
交渉が進んでいても海峡が明日再開する保証はないのだ。備えは今しておくべきなのだ。先輩、聞いていて思ったんですけど、シナリオ A が来るか、シナリオ B が来るか、皆さんはどちらだと思いますか？コメント欄で A か B だけでいいから教えてください。私は正直どちらになっても日本のエネルギー政策が問われる岐路だと思っています。今日のポイントをまとめると、ホルムズ海峡危機は傷が残る危機なのだ。たとえ停戦が来てもインフレ期待、金利、エネルギーコストの影響はしばらく続くのだ。あなたにできる備えは変動金利から固定への見直しや電気代の見直しを今のうちに考えることなのだ。次回は ECB が本当に相列利上げするのか、ユーロ圏の金融政策と日本円への影響を深掘りするのだ。チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいのだ。